سوف نبدأ الآن التحضيرات النهائية استعدادا للإطلاق. إذا نرجو منكمこんにちは。羽田空港から10時間フライトしまして、今ドバイの空港に到着しました。この後飛行機に乗り換えてスイスに向かいたいと思います。今回のスイス旅行はですね、ハネムーンということで、新婚旅行ですね。はい、新婚旅行です。結婚して4年、海外旅行をたくさん行ってきましたが、今回がハネムーンということで、楽しんでいきたいと思います。楽しみやね。楽しみ。景色がすごい綺麗だし。そう、ずっと行きたかったスイス、自然に囲まれてゆっくり2人で過ごしていきたいと思います。それでは夏のスイス旅行 Vlog スタートです。スイスに着きました。意外と暑いです。意外と湿気を感じますね。さあ空港出よう。今からチューリッヒの今日泊まるホテルに向かいたいと思います。空港からホテルまではエミレーツの送迎サービスを利用して行きたいと思います。よいしょ。はい、ホテルにチェックインしました。今回のスイス旅行はチューリッヒ、サンモリッツ、チェルマット、グリンデバルトというような感じでスイス国内を移動していくんですけれども、最初の2泊はチューリッヒのこのシチズン M ホテルに宿泊します。この先のチェルマットとかグリンデバルトの宿は結構1泊の値段が高いので、チューリッヒで泊まる宿は価格を抑えめにしようと思って探したこちらのホテルなんですけれども、ネットで見るより思ったよりも部屋の中広くて
いい感じです。部屋入ってすぐのところに、こちら洗面台スペースがあって、アメニティはないかな。ドライヤーはちゃんとありますが、こういう感じのすっきりした洗面台、そして反対側、こちらはシャワー、シャンプーコンディショナーとかもちゃんとありますね。そしてこちらにトイレがあります。でデスクがあって、そして結構大きめのキングサイズぐらいあるようなベッドがあります。はい、そんな感じでこの後支度してチューリッヒの街散策していきたいと思います。さて散策していきましょう。ただいま3時半ですね。3時半。スイスの7月の日没時間調べたら9時ぐらいだったよ。本当だ、9時18分になってる。そう、日が落ちるの遅いんだね。そう、なんか一日得した気分になるよね。お、なんかスイスらしいんじゃないですか。本当だ。多分さ、飲めるってこと？そう、多分嘘や多分そうだよ。匂いで嗅いでみよう。スイスはこういう風になんかペットボトルに水汲めるって本当に書いてあったけど、これはわからん。でもなんかすごい綺麗ではある。冷たくて気持ちいい。触っていいんかなここは新市街地で街の真ん中に走ってるリマト川、その方まで行ってみて、反対側には旧市街地もあるらしいから、一旦川の方に行きましょう。わあ、すごい素敵。なんか穏やかだね。絵になりますね。なんか本当になんかね、フランスのストラスブールとフィンランドを足したみたいな感じ、いいとこ取りみたいな。そう、今回ね、あんまりお店をどこ行くかみたいな決めないゆる旅だから、歩きながらいろいろ探していきたいね。そうね。あ、分かった。一旦旧市街行ってセントラル駅まで行って、またこっちのメインストリート戻ってきたらちょうど一周できる。 OK。旧市街。はい、一番求めてたの来ましたオデオンレモンスカッシュ。暑いからね、ちょっと一旦ここで喉を潤してこの後の予定を決めましょう。はい、乾杯。あー、うまい。意外と暑いスイス、熱中症なんないを楽しみましょう。飲めるっぽいぞあれ。ほら、やっぱほら、水汲んでるじゃん。次飲んでみるか。だってあれですよ、これこそアルプスの天然水ってことです。本当に？でも手で取っていいのかな。手でちょっと含んでみて。ちょっと冷たとわからないなんか恐怖の方が強くて味が飲める。でも飲みました。飲みました、ノイマルクト通りという、ちょっとチェックつけてたね。なんか可愛いお店がたくさんあるみたいな通りに来ました。定休日のところが多いかも。今日月曜日なんですけど、日曜日がスイスはお店がお休みの日が多いんだよね、その流れで月曜日も休んでるお店が多いみたいで。本当だね。ほぼやってないですね、これ。閑散としています。旧市街のメイン通りにやってきました。あ、こっちはにぎわってる。このテラスで食べるのがいいね。そうね。この辺はレストランとかカフェが多いのかな。なんか比較的お安いらしいですよ。あ、そうなんだ。スイスのお土産屋さん来ました。マグネット買って帰んないと。可愛くない？エーデルワイスじゃない？エーデルワイス。木だ、木。ハイジ。かわいい。布の絵本だ。あ、これいいね、このハイジの絵本。見て、かわいい。牛乳のロータリーキャンドル。あと見て、チーズフォンデュ作る。鍋売ってる。こういうのかわいいね、すごく。かわいい。エーデルワイスの柄かな。
これいいじゃん。これマッターホルン、スノードーム、あとこのグラス。日本にも富士山のやつがあるね。スイスのお土産屋さんを出て、これからリンデンホフの丘っていうところに行きたいと思います。そこからチューリッヒの街並みを眺めたい。また発見。飲んでみて。岩の味する。めっちゃでっかいチェスかなあれ。すごい面白い。恒例のマグネットゲットです。はーい。かわいいね。チューリッヒ。シュプリングリーでチョコレートとマカロン買ってきました。なんかスイスの有名なパティスリーらしくって、日本では買えないチョコレートだそうです。すごいいい匂いしてます。はい、10個ぐらい買いました。こんな感じ。スタッフの方のおすすめと、あとは自分たちが食べたいやつ。あともう一つ、こっちがなんか有名なのかな。なんかディスプレイはこれ推しだった。そうね。ミニマカロン。かわいい。6個味見で買いました。いただきます。まずはこちらからピスタチオ。おいしい。柔らか。中のクリームがふわふわ。ガナッシュか。普通はなんかもうちょっとなんだろう、弾力のある感じだけど、生クリームみたいなふわふわ感。私あとこれが気になってたの。ソルティキャラメルチョコレート。うまい。じゃあ俺これでしょ。これ店員さんがこれは食べてって言ってたやつ。びっくりしない？マカロン美味しいよ。でチョコがちょっとそれを超えてくるレベルの美味しさだ。うまい。スイスってチョコ美味しいんだよね。うん。いっぱい食べようチョコ。もういくらニキビできてもいいわ。めっちゃ美味しいんだけど。コップ来ました。なんかお土産になりそうなハーブティーとか、あとチョコレートとかそういうのを見て、何を買って帰るか目星つけたいと思います。さドイツの時もそうだったけどさ、こういうハーブティー買って帰ったらさ、すごい良かったんだよね。なんかね、喉にいいやつ。そう。アルプスのハーブ。このリコラって飴もスイスのブランドだったよ。ドリンクだ。初めて見たくない？そうね。飴じゃなくて。見て、ラクレットティー。美味しいのかなこれ。これ面白いね、こういうの。乾杯。楽しいスイス旅行にしよう。来ました。ハッシュドポテトみたいなやつにビ
ビーフのクリーム煮みたいな、そしてここにまだいっぱい食べれる。そして私はマンスリーソーセージ、すごい量。いただきまサックサク。美味しそう。ドイツを思い出す。これは何の何味なの？これは豚かな。のポルチーニソースみたいな感じ。クリームソースみたいな。美味しい？美味しい。とにかくボリュームがすごいですね。この量でサラダがあって、こちらすごいまだある。まだあるし。おはようございます。おはようございます。プチトレッキングルック。今日はこれからチューリッヒからルツェルというところまで行って、ピラトゥス山にちょっと登っていきたいと思います。とりあえずチューリッヒセントラル駅まで歩きます。はい、行きましょう。はい。10時10分 IR70 31番。朝ごはんのパンを買います。5番でした。あ、31じゃなかった。危ない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 。去年の冬のドイツの旅でも思ったんだけど、もう乗り場がわからない事件発生するから、そう、駅には早めに着いとくが吉。ルツェルン行き、これ乗っていきます。一応クラスがあって、これは8両編成のうち1から3が1等席。これに乗ると。クラスは。はい、乗りました。もうすぐ出発なんですけど、私たちはこの IR っていう電車、特急。おそらく新幹線じゃないけど特急電車みたいな。あ、それの1号車にも乗りました。で、私たちは今回の旅でですね、今日から最終日までスイストラベルパスっていうのをもうあらかじめ予約してきました。スイストラベルパスはスイス国内の公共交通機関とか、あと船とかミュージアムとか、そういうのが無料になるっていうお得なパスなんですけど、そのパスで私たちは一等席パスを購入したので一等車に乗っています。はい、一応これ使うときにはパスポートも携帯していかないといけないらしい。スイストラベルパスのいいところはチケットを買わなくていいとか。そうね、逆になんかどこで買うんだろうって感じだったよね。本当そうだったね。わざわざチケット買わずにもう乗り込むだけでよくて、何かあったらこの QR パス見せると、それだけでいいってことです。快適です。ただこのスイストラベルパス一等席は1人、11万円ぐらいしました。はい、間もなく出発です。ルツェルンのワッツェムパーク、アークテリックスのリュックに財布、ポーチ、ガイドブック。ルツェルンの街中で歩くときに肌寒かったらと思って管理が。そしてピラティス山で寒かったらあれなのでマウンテンパーカーと、あとその中に着るフリー
ースの上着です。これでルツェルンの街と山両方行けるコーディネートになっています。ルツェルン、湖と古都の町です。だからそのね、ルツェルンの湖を眺める景色も見たいけど、まずは先にピラトゥスの山の方に向かいたいと思います。で、帰ってきてからそのルツェルンの街並みっていうのを散策していきたいと思います。まずピラトゥス山まではバスとかロープウェイ乗っていくんだけど、まずはねバスに乗りたいと思います。わかりやすいね、交通関係は。わかりやすい。で、クリエンスっていうところまでバスで10分です。はい。着いた。本当だ。ここから歩いて10分ぐらいゴンドラ乗り場に向かいます。あったあった、ゴンドラ。楽しみ。でも今日はさ、まだがっつり登山じゃないから、そうだね、ゆるく楽しめるし、このピラトゥス登山みたいなは、ゴンドラと鉄道と船っていう、こう乗り物に乗るのも楽しい、そういうコースになってて楽しみです。まずはゴンドラから行ってみましょう。はい、今ゴンドラ乗り場に向かってるんですけど、ほら遠くにゴンドラが見えてきました。どこ？あ、本当だ本当だ。あ、もうここじゃん。あ、それです。何気にちょっとなんていうの、ゆるくこう登っていくみたいな感じになってて、もうすでにちょっと息切れてるんですけど、でもルツェルンすごいいい街、いいとこだね。いいところです。はい、着きました。これですね。なんでこれドラゴンなんだろう。なんかこの山がドラゴンが落とした岩でできたっていう説があるらしいです。あ、そういう伝説があるんだ。へえ、乗っていきましょう。はい、ゴンドラの乗り場のところでチケット購入しました。多分これスイストラベルパスで 50% オフとかになってるのかなと思います。頂上からその後下る鉄道までついたチケットです。乗っていいのこれ勝手に。いいんじゃない？めっちゃ揺れた。10分ぐらいだっけ？途中で降りれるんだよね、多分ね。そう、フレックミュンテックっていう次の駅で降りて、そこからロープウェイになります。このね、さっきゴンドラ乗り場で買ったチケットはここからこう山頂まで行って、そしてこの船着き場の下まで、このロープウェイと鉄道が多分セットになったチケットだと思う。で、帰りここから船でまた戻ってくる。ルツェルンに戻るまでは多分これもスイスパスで、聞いてみないと分かんないけど、もしかしたらこれは無料かも。で、多分このチケットも半額で購入できました。39フランです。遠くにルツェルンの街が綺麗。そして上に向かうにつれ霧が立ち込めてきました。上の方に上がってきたらすごい寒くなってきて、持ってきたフリースとマウンテンジャケット着ました。全然違うの。全然寒い。急にすっごい寒い。反対側でこう降りてくるゴンドラの中の人もみんなこういうジャケット着てます。よかったら持ってきて。持ってきてよかった。俺最初半ズボンでこうしてたの。危ない。もうすぐロープウェイの手前の駅に到着します。ゴンドラでフレンクミュンテックという駅着
きました。見て、何も見えません。霧が立ち込めています。あ、そしてなんかちょっとアクティビティみたいなやつで楽しそう。あれ、これは水？これ汲んでいいのかな？これ汲んでいい水じゃない？水汲みます。初水汲み。これがアルプスの天然水。おいしい。美味しい。イエーイ、ゲットです。冷たいね。冷たい。これをね、ここに入れて上まで行きます。ロープウェイは広いね。広い。ロープウェイでここから5分。すごい、すぐ霧の中。本当はめっちゃ景色綺麗なんやろうね。うん。おー。うわー、すごい。頑張れー。何か登りにくい階段。晴れた。ここまでさ、ゴンドラとロープウェイでさ、一切登ってないのにさ、うん。ゼロから登りきった感出るんだけどいや、ここまで登るの大変だったっすみたいな気持ちになるはあ、気持ちいいね。もうちょっと天気になるまで待ってみよう。うん。これ日本から持ってきたエナジーバーみたいなのをちょっと天候回復するまで食べながら待ちたいと思います。ピラトゥス山頂からの景色を堪能し、ご飯を食べたいと思います。レストラン入ってみようか。そうね。あ、じゃあピックアップしてお会計するんだ。パン、ポテチとかもあって、ドリンクも豊富です。サラダ、これ作ってもらうのもクルトン入れよう。クルトンいいね、美味しそう。はい、山頂のレストランでご飯です。マカロニボロネーゼ、うん。と、あなたのはアルペンマカロニ。アルペンマカロニ、チーズ系のやつ。あとスープ、そしてあなたのビール。お、あわあわあわ。いただきまいただーきますす。美味しい。なんかピラトゥスのさ、うん。この登山っていうのかな、うん。は、ほとんどゴンドラとかロープウェイでさ、登れるから結構軽装でいいかなって思ったけど、やっぱ上の方は寒いから、太陽が出てる時は全然暑いんだけど、太陽が出なくなると急に寒いね。ちゃんと防寒着持ってこないと結構寒いね。帰りの登山鉄道の時間までちょっとお土産屋さん見てみます。ピラトゥスのポストカードかわいい。これ好きやろ。かわいい。このドラゴンのね、買って帰ろっかな。これ1個冷蔵庫に貼る。
このさピラティスドラゴンのさ T シャツ可愛くない？これ可愛くない？うん。これかぶろっか。二度とかぶらなそう。いいじゃんこれ。いいね。買おう。ピラティス登りました記念で買おう。7フラン。ね、ぬいぐるみ可愛い。可愛いね。売店での購入品。これお世話になってる方の息子さんに買いました。そしてピラティスのドラゴンのポストカード。これがピラティス来たよっていうマグネット。ゲートです。この後この登山鉄道に乗って帰ります。こんな感じで最大傾斜 48%、 1キロごとに480メートル上がる世界一傾斜のきつい登山鉄道だそうです。まあ我々は下がりますけど。そうですね。楽しみ。晴れてるといいな。この船はね、多分トラベルパスで無料になると思う。で、ファーストクラスとセカンドクラスによって乗れる場所が違うみたいで、私たちファーストクラスの場所に乗れると思うんだけど、聞いてみよう。すごい、この船に乗っていきます。わあ、いいね。天気良くてよかった。うわ、すごい。魚釣りして最高の場所ゲットなんですけど、特に何もチェックされないね。うん、多分来たら見せるんじゃないかな。あ、そっか。電車と一緒だよ、多分。そうだね。ここの今2階なんだけど、ここはなんか飲めそう。飲もうか。うん。ドリンク、ね。ドリンク頼みました。来てよかったね。ね、すごいわ。2日目だよ。最高。Dear guests, in a few minutes will arrive in Lucerne, our final stop. Thank you for visit on board from Head Steamer Unterwalden. ちょうど1時間。はい、着きました。ルツェル。ちょうどいい半日旅行じゃん。ね、日帰り。チューリッヒから日帰りでルツェルに来て山登って、そんで帰りにルツェルの街観光できるって最高なんだけど。ではルツェルに戻ってきて街中を散策していこうと思います。あ、すごい。もうこれがザ・ルツェルのちょっと景色っていうか、カペル橋渡ろう。これ
全長204メートルの木の橋。あ、本当だ、木でできてる。14世紀前半に建造されたらしい。じゃあ渡ってみよう、カペル橋。お、すごい。見て。これどういう意味だろう。これずっと番号振られてる。本当だ。スイスさ、本当いろんなところで時計売ってる。本当。そう、この橋の中にもお店あるんだ。私このカウベル最後ユングフラウとかあの辺で買いたい。カペル橋は渡るよりも外から眺めてる方が美しい。確かに。で、この川沿いにはひたすらカフェとレストラン。ね。買いました、ジェラート。なんか大胆な盛り方。ね。3チョイスなんだけど、ミントチョコとピスタチオとラズベリー。まあミントチョコしか見えないけど。スイスメイドのオーガニックコスメかとかスキンケアのお店に来ました。オイルとかあるし、あとこれかわいいね。この袋のところにオイル垂らすのかな。かわいい。これデオドラントクリームかわいい、ちっちゃい。あ、エーデルワイスのハンドバーム。あ、これいいね。これはエーデルワイスのフットバーム。これエーデルワイスのリップクリーム。あ、これお土産にいいね。エーデルワイスハンドバーム。相当伸びそうやな。うん。あ、いい香り。ちょっとラベンダーっぽいね。エーデルワイスってラベンダーっぽい香りするのか。マーモットマッサージオイルだって。マーモットのなんか何かから作られてるわけじゃないよね。こうやって歩いて建物見てるだけで綺麗。お土産屋さんでまたしてもマグネットゲット。こういいね。8.5 フラン。8.5 フランは高いですね。あのさ、スイスのさ物価高ってあんま驚いてないけど、マグネットだけは驚くね。そうね、いろんなところで買ってるから高さがより際立つね。今まで行った国の中で一番高い。バッハマンっていう老舗チョコレート店でムースケーキとキャラメルマキアートみたいなやつ頼みました。うん、美味しい。せっかくだからチョコ買って帰りたい。かわいい。あ、これいいね。このトリュフ10種類。せっかくなのでバッハマンのトリュフ10個セットみたいなもの買いました。お家で食べます。で、ここのねジェラートが人気っぽかった。うん、すごい並んでたね。さっき食べちゃったから、はい、じゃあ帰りたいと思います。チューリッヒにそうね。帰りましょう。
終点かな。ルツェルンの日帰り観光を終えてチューリッヒに帰ってきました。今は夜の8時過ぎ。明日からねチューリッヒを出てサンモリッツに移動するので、そのね電車がめちゃくちゃ朝早いので、スーパーに寄ってちょっと食べ物買ってお部屋で食べたいと思います。じゃあコープに行きたいと思います。 Hello. We need a bag for Yeah, us. please. こんばんは。日本から持ってきた赤いきつね食べます。でこのホテルには湯沸かし器がないので、この持ってきた固める湯沸かし器使ってお湯を沸かしていきます。もうねヨーロッパの長期旅行にこのカップ麺はマストです。はい、湯沸かし待ちです。うわー、あしちゃっできました。おはようございます。朝の6時です。これからサンモリッツまで行きたいと思います。はい。時間ないから今日これから向かうサンモリッツはですね、ベルニナ山群と氷河に抱かれた山岳リゾートです。あ、リゾートなの？はい、スイスの高級リゾート地と言われています。冬はスキーをね楽しみに来る人が多くて、夏は湖畔の周りでゆっくり過ごすみたいな感じで、あとはねサンモリッツといえばスイスで有名な氷河急行とベルニナ特急の始発駅っていうか列車をどちらも楽しみたい人もサンモリッツに訪れるらしいです。チューリッヒからは電車で約3時間半ぐらいですね。なので私たちはこんな朝早くから出発しているというわけです。乗り遅れないように行きたいと思います。朝ごはんを調達します。ヨーロッパの移動はもう慣れたもんですよ。のりには行き上がってますけどここから、今クールまで行って、そこからクールから乗り換えてサンモリッツに行きます。はい、今日サンモリッツに行くのはベルニナ特急乗りたいからです。昨日頑張ってルートを考えてくれましたね。はい、予約をされました。はい。今日ベルニナ特急、明日氷河急行ということで、ここから2日間は鉄道旅したいと思います。
で着きました。こちら反対側のサンモリッツ行きに乗ります。箱根登山電車って書いてある。なんであ、姉妹鉄道なんだ。あ、へえ。日本のやっぱり鉄道。今空港 Das Zugteam der Rennreise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur こ Verfügung. ちら Allegra, ladies and gentlemen, サンモリッ the ツに行き train ま crew す。 of the Russian Railway. To leave the train. Goodbye from the train crew and thank you for traveling with us. サンモリッツに到着しました。これから一旦荷物をホテルに置いて、また電車に乗るので戻ってきたいと思います。はい、サンモリッツのホテルに荷物を置きました。はい。これからオスピオベルニナっていうところまで電車で行って、そこからねアルプグリューム駅までこう2時間トレッキングします。はい。ハイキングします。はい。でその後アルプグリューム駅からティラーノ、イタリアのティラーノという駅まで電車に乗って、そこからティラーノからこのサンモリッツまでベルニナ特急に乗って帰ってきます。はい。はい、電車の時間が差し迫っております。はい、急ごう。でサンモリッツがすごい綺麗な街で、太陽の街サンモリッツ晴れました。よかった。年間322日は晴れてるらしい。ちょっとお腹空いたんでパンかなんか買って電車乗ろうと思います。はい、買いました。パンと飲み物。どれくらいかかるかな。40分とかだとオスピオベルニナまでスイストラベルパスの元を取っていくというたくさん列車に乗ります。はい、じゃあご飯食べながら行きましょう。ハイキングのために持ってきた非常食紹介。山よりな塩餅のスロー行動食、エナジーバー、これ美味しそう。プロテインボール、ラズベリー味、エナジーゼリー、経口補水液を作るものです。はい、早朝オスピッツォベルニナ、ここから1時間40分のハイキング、アルプグリューメまで行きます。ちょっと上着着るわ。そうね、ちょっと寒いね。
よし行こう。で水がない。水汲み場がない。水汲み場がなくて不安。はい行きましょう。さっきベルニナ線の普通列車に乗ってね、ここオスピッツォベルニーナまでやってきました。普通列車は確定だから、こうやって途中の駅に降りてハイキングが楽しめるっていうね、そういう良さがあります。なるほど。はい、なのでベルニナ特急でね、サンモリッツからティラーナまで往復してもいい、それは楽しいと思うんだけど、こういう風に行きはハイキングして帰りは特急で1本で帰ってくると、そういう楽しみ方もあるそうです。実はチケットがなかっただけです。そうもともとね、ベルニナ特急はまあ乗らなくてもいいかなって思ってたんだけど、昨日やっぱり乗りたいなって思い始めて指定席の券を探したんですけど、行きはなかったんだよね。それで帰りだけあったので、まあ行きはハイキングしましょうという、そういう工程になりました。はい、でもよかったね。やっぱちょっとハイキングしたいなって思ってたから、結果的にすごく楽しい一日になりそう。もうとにかく景色がすごいのよ本当に。じゃあここから1時間40分頑張っていきたいと思います。何運んでるんだろう。なんだろうね。すごい。でワンちゃん。かわいい。大絶景。楽しすぎ。楽しすぎ。来てよかった。すごいハイキング楽しいんですけど、水汲みスポットみたいなのが全くありません。スイスとかね、ルツェルンにはたくさん水汲みスポットがあったから、まあこういうハイキングコースの脇にもあるんだろうと思って何も入れずに持ってきたんですけど、水がない。まさかのじゃない。こんなに目の前に水があるのに飲めないという本当だよね。なのでこういうね、ハイキングされる方はちゃんとお水を持参していくのを忘れずに。ここにあるのに飲めないのかな、これは。飲めそうではあるけどちょっと怖いね。山の方に向かっていきます。結構歩いてきましたね。この今ベルニナ線が入ってるこの辺からぐるーっと渡ってここまで来ました。結構歩きました。でもまだまだです。まだ2キロぐらいしか歩いてない。嘘。あと 5.5 キロ。えもう10キロぐらい歩いた気持ちではいるけど、やっと見えました。アルプグルームの駅、こっちなんだ。でもこっからの感じがもう小学校の時の学習帳の表紙でこういうのあったよね。
エーデルワイスとかそれこそあった気がする。あった。すごいなんか夢、なんか天国にいる気持ちになる。天国ってこういうとこなんかな。こういうとこだったらいいな。あ、休憩しよう。5分ぐらいちょっとゆっくりして、また行こう。ちょっとなんか食べよう。山より団子食べてみます。どんな感じなんだろう。美味しそう。塩餅買ってきてよかった。やっぱこういうの絶景を見ながら元気出るわ。ゲンチアナは林道科の植物の一種なんだって。確かに似てるね、林道に。やばいやばいやばい。怖怖怖怖怖怖怖。氷の道、みんなめっちゃゆっくり行ってる。みんなめっちゃ滑ってたもん今。怖い。どうしよう、大丈夫かな。シャーベット状だから滑るよ。ちなみに電車の時間が刻一刻と迫っております。いっぱい命を。やばい。足をグッて固めてそこ平らになってない？なってる。滑ってるけど怖い。怖いよ。あとちょっとなのに。Thank you so much. Thank you. 気をつけて。はい。まさかの難所があったね。汚れちゃった。白パンで来るべからず。我々が乗るべき電車が差し迫ってきています。雪の道で大幅なタイムロス。気をつけながら早く進もう。あと20分。綺麗だ。知らぬ間に結構高いとこいたんやね。さあちょっと動画を撮る余裕がなくなってきました。なぜなら私たちは2時18分発のキラーの雪のベルリナ線に乗らなければ帰りのベルリナ急行乗れなくなってしまうからです。せっかく座席予約してお金払ってるんだから必ずやたどり着かなければなりません。あと25分。頑張ろう。駅に着いたよ。着いた？はあ、アルプグリューム。Like stone mounds below were once used for storing wine and cheese. ミラーノ到着しました。暑い。暑いね。標高が下がったんかもね。もうティラーノはもうイタリアです。気づいたらもうイタリアに来ていました。はい、このままトンボ帰りというか30分後にはベルニナ急行に乗ってサンモリッツまで1本で帰ります。4時6分。サンモリッツ。それ。すごい駅出てみた。広場みたいになっててジェラート屋さんがあるのでジェラート食べたいと思います。やったー、ティラーノ休憩でイタリアンジェラート。よかったね、ちょうどね、食べたかった。レモンとピスタチオ。あなたは？俺ね、ティラミスとカカオ。嬉しい。食べたかったんだよね。うまっ。うまっ。うますぎ。
もうここ駅前でいいね。最高最高です。売店もある。あ、これいいじゃん。あ、ティラノサンモリッツね。あ、いいじゃん、可愛い。これいいね。これでもう一緒にしておこう。一緒二人。うん。こちら5ユーロ。こっちの奥に観光するところがきっとあるんだ。何があるんだろうね。ね。さあ、私たちはもう帰る時間。でもよかった。ジェラート食べれる時間あったし。じゃあサンモリッツに帰ります。Utilizzate il sistema Infotainment, la nostra guida digitale, per scoprire ulteriori informazioni interessanti. Please do not hesitate to ask our onboard personnel. The Bernina Express team wishes you a pleasant journey. That night, I stepped into a dream. Barely wanna sing. Well, my voice feels fine, but there's nothing left to say. I tried searching for her face. Lately, the clouds are in the way, and her phone works fine. She's got nothing to say. もともと買って帰ろうとしてた 9.5 フランのベルニナ9個のチョコレート、なんとお土産でもらいました。ラッキー。しかも2つ。なんとパックのオーガニックティーももらいました。All she'll ever be. One cold year now has turned to 3, and it's 5. It's only ever me. Yeah, it's 5. I could never breathe. I'm just a songbird in a cage, half screaming if she can't see through the haze.アルプグリム駅でさっきね乗ったところで7分間の休憩です。写真撮ろう。すごい、さっきよりも天気でより綺麗ね。And if she'll untie me, I might go, or I might stay and keep serving. Yeah, I might stay and just keep serving. No, I missed the waterfall. Thank you. お茶。サンモリッツ帰ってきました。いい旅でした。いい旅でした。まだ明るい。今何時だ？18時半。ホテルにチェックインして夜ご飯食べようか。そうね。チェックインしました。サンモリッツに1泊するんですけど、私たちはバルトハウスアムゼというホテルに宿泊します。もうね、サンモリッツはね、空いてる宿がなかなかなくって、やっと見つけられたのはここで、ここに決めたのは駅から近いっていうのと、あとは湖が目の前っていうので決めました。でこれはコンフォートダブルルームです。はい、はい。
景色はねレイクビューが完売したので、特に良くないんですけど、広くて天井も高いしいい感じです。そうね、ダブルベッドがあって、奥にデスクとかありつつ、シャワールームすごい綺麗です。広いしいい感じ。じゃあ今からこのホテルのレストランがね、レイクビューですごいいい感じだったから、着替えてご飯食べ行きたいと思います。はい、お腹空きました。また。いただきます。あなたがワイン飲んでる姿なんて数年ぶりに見たわ。せっかくだから。どっかで飲んだっけ？ニューヨークで飲んだかもしれない。いやー、今日は疲れたよ。足パンパン。足パンパン。まあゆっくり食べましょう。でもすごい充実した一日だった。最高の一日。乾杯。美味しかった。ご飯。ご飯美味しかった。いいね、このホテル。ご飯も美味しくて、雰囲気もいい。もうすぐ日没なんですけど、ちょっとだけ湖歩いてお部屋に帰りたいと思います。見て、湖ルック。こういうおしゃれ着持ってきても着るところほとんどないから確かに。こういうレストランに行くとかでガンガン着ていかないと、せっかく持ってきたの。おはようございます。朝ごはん食べに行きます。ビュッフェ形式。見て、スイスだからチーズが食べないとな。いろんな種類あるよ。ハムも。目玉焼き。左はこっちはスクランブルエッグか。いいね。スクランブルエッグとソーセージ。あとゆで卵。5分時間と3分ゆでたやつ。野菜とフルーツ。ヨーグルトもあるね。これ多分ヨーグルトだよ。フルーツいいな。美味しそう。美味しそう。可愛いケーキもあります。あとパン。あとはシリアル。こっちはジャムかな。すごい、これは蜂蜜。はい、朝ごはんです。昨日夕食を食べた湖が見えるレストランでいただきます。ヨーグルトだよね。アカシア蜂蜜かけてめっちゃ美味しい。ヨーグルト美味しい。今サンモリッツの駅に向かっています。今日はこれから8時51分発の氷河特急に乗ってチェルマットまで向かいます。氷河特急サンモリッツからチェルマットまで約8時間。チェルマットに着くのは5時ぐらいですね。ゆっくり乗っていくんですけれども、今日私たちはエクセレンスクラスというね、クラスに乗って移動します。そのクラスではコース料理なども振る舞われるらしいので、楽しみです。この氷河特急に乗りたくてスイスに来たと言っても過言ではありません。楽しみだね。世界最遅の観光列車はい、最長最遅の観光列車。予約取れてよかった。そうね。そう、氷河特急はスイスのトラベルパスで乗車券は無料なんですけど、特急券っていうのかな、指定席は、予約しないと乗れなくて、特にエクセレンスクラスは1日1往復しかないので、座席がすぐに埋まってしまうということで、ギリギリ2名分の席確保することができました。
今日は評価特急に乗るのでちょっとおめかしです。はい、でエクセレンスクラスを探そう。はい。これだね。これだ。すごい。赤い絨毯引いてある。すごすぎる。今まで乗った列車の中で一番すごい。シートがまずすごいね。で、タブレットで今どこにいるかみたいな情報を見ながら外見れて、そしてここでご飯食べるでしょ。で、奥にバーガー。最高じゃん。ちゃんと事前の予約で日本人だと分かって日本語のマガジン用意してくれたりとかします。トンネルに入った時の照明綺麗。ちゃんとトンネルに入っても暗くならないようになってるんだ。で、抜けたらちゃんと点灯する。自分がどこにいるのか、そしてでこんな風に見どころみたいなのも iPad で確認することができます。昨日のベルニナ空港は西の方だったかな。ちょっと後で調べるけど、で今回の今日の時は反対側だったから全く違う景色が見れる。この橋を逃さず目に収めない。でも乗ってたら見えないよね。確かに遠くから見るのが一番美しい橋。はい、氷河特急メインと言われるランドバスサーバス、分かりませんでした。これね、エクセレンスクラスって一番先頭車両なんですよ。一番先頭車両で橋に差し掛かるとカーブが見えないんですよ。だから多分後方車両の方が先頭車両が角度をつけて橋を渡るシーンが撮れるんですけど、先頭車両にいると角度がなさすぎて全然撮れない。みんな誰もね撮れてなくて、私が唯一 iPhone で撮った人がここにこう3秒ぐらい。はい、肉眼では見れました。本当？俺見れなかった。はい、では乾杯。天気がいいからよかったね。これでなんかめっちゃ曇ってたのさ。せっかくの氷河特急楽しみが減っちゃうけど、今日はすごい天気が良くて、景色はとっても綺麗。あとこの窓が天井まであるから開放感すごいね。Perfecto, que tenemos el vagón entero. Casi todo el mundo habla español hoy. 昨日乗ったベルリナ急行よりさ、氷河特急は長いじゃん、時間が。昨日はさ、景色を追うことにめちゃくちゃ必死だったけどさ、これは乗り物に乗るっていう楽しさも感じられるっていうかさ、ぼんやりする時間があっていいかも。で、コース料理もゆっくり来るし、ゆっくりご飯食べれる。俺らが乗ったベルリナ特急は、あれはファーストクラス？ファーストクラス、帰りね。あれは2時間だ。これは8時間あるから。
せかせかしなくていいよね。あ、天気が良くて気持ちがいいですね。なんか双眼鏡を持って乗ってる人がいるから双眼鏡持ってくればよかった。そうね、山の方とかね見るにはね。そうそうそう。美味しい。美味しい。これ塗る人はあんまり朝ごはん食べない方がいい。そうだね。おお、結構すごいね。傾斜。美味しい。あと5時間もあるなんて信じられないね。着く頃には腹減ったんじゃない？でも8時間ってさ、ハワイつけちゃうもんね。東京から。雪山がどんどん近づいてきたね。途中の駅で他の列車待ちで止まりました。だからちょこちょここういう風になんか外出れるからいいね。あっちの方に行くんだよね。だろうね。こっち結構今高いところに来てると思う。3000近くあるんじゃないかな。でここからまた下ってそして上がるとチェルマットです。今が1時半。あと4時間。ちょうど半分来たってことかな。したよ。最後のデザート来ました。お腹いっぱいだけどこれは食べれそうです。ガトーショコラかな。これなんだろうね。バニラクリーム。眠いです。とにかく長いからなんだろう、前半にこういっぱい写真とか撮んなきゃってせかせかするけど、もう8時間結構ずっと山、湖みたいな橋だから最初に飛ばしすぎない方がいいなと思ってのと、あと意外と揺れるから、乗り物酔いする方はちょっと気をつけた方がいいかも。酔い止め飲むとか、あとなんか見どころポイントみたいなやつが、いつの間にか来ていつの間にか終わる。そうだからしっかりチェックしておかないと見どころ過ぎちゃうっていうのと、あと意外と速いね。そうね、なんか時速35キロって言ってたけど、でもその分8時間もめっちゃ時間があるから、ゆっくり自然を見てゆっくりご飯食べてぼーっとしたりとか、ちょっとうとうとできるから、なんかそういう意味ではすごくいいなと思う。昨日のベルニナ急行とはまた違う良さがあって、そうね、はい、楽しかったです。とにかくお腹いっぱい。お土産買いました。マグネット、あとこれは傾斜マグカップ。これちょっと傾斜してるやつ。
記念に購入しました。お土産もいただきました。ラゲージタグ、あとかわいいかわいい小さな傾いたグラス。ブリックという駅に着きました。ここでね降ります一旦。氷河特急が6月ぐらいかな、水害の影響でブリックからチェルマットまでの区間が運休しているので、ここからは多分バスに乗ってチェルマットまで行きます。車で40分、タッシュという駅に着きました。ここからさらに電車に乗るっぽいですね。これかな。でも一応エクセレンスクラスの人は多分座席が余裕があるようにこう区切られて案内されてはいる。この一番最後尾に乗っていきます。あんまり寒くない。そうね、ホテルに行きましょう。はい。ホテルは駅から3分ぐらいのところ、結構近場のホテルを取りました。タクシーが四角い。なんでだろう。かわいい。荷物が多いから。お、スーツケース多いから。なんだろうね。雪山太陽とか。なんでこんな四角いの。ね、かわいい。着きました。ホテルル・ミラボ。こちらです。チェックインしよう。はい、到着。はい、到着。チェルマットで2泊するホテルミラボに着きました。で、私たち取った部屋よりちょっとアップグレードしてもらいましたね。なんでだろう。多分エクスペディアの VIP アクセスかな。かな。かな。素敵な部屋に泊まれることになりました。やったー。やったー。広い。うちにバスルームがあって湯船あります。と広いシンクがあって、こちらトイレね。はい、はい、反対側にクローゼットあります。そしてリビングスペースめっちゃ広い。天井も高いです。こちらにソファースペースでしょ。そしてキングサイズぐらいのベッドがあります。そしてなんとですね、ここマウンテンビューなんですけど、マッターホルンビューです。最高じゃん。なんか朝焼けのマッターホルン見に行こうとか言ったけどさ、お部屋から見れちゃう。ほんとね。最高。このホテルに2泊します。で、今夕方5時半で、ちょっとねこれから日が陰ってくると思うので、まあアクティビティはできないからちょっとサクッと街歩きしに行きたいと思います。それでは行こう。チェルマット散策コーディネート。足元はリカバリーサンダルです。はい、ピンクネックのバッグです。行きましょう。わあ、なんかザ・スイスみたいな、思い描いてたスイスみたいなとこ来れてなんか嬉しいな。スイスで行ったどの街よりも栄えてない？人が密集してる感じかな。そうだね、小さいからか人がたくさんいる。なんでバスが四角いんだろうね。まあ雪に関係してるんだろうね、きっと。そのスペース見てみる。ほら見て、マッターホルンチェルマット。こういうのとかもいいじゃん。チェルマットキャップもある。見て、後ろ山じゃん。マッターホルン。本当だ。かわいいね。パープルもあってかわいい。20フランですね。お揃いでゲット。普通に可愛くない？いい。あんたの明るい洋服ばっかりやからさ。そう。いいと思う。オンスイスだから。ね。いっぱいある。オン可愛いよね。1個欲しい。このポーチ可愛いんですけど、49フランということで躊躇しています。9000円ぐらいするってこと？ウールでできたポーチかな。すごい。チェルマットのこの通りはなんかこういうアウトドアグッズめっちゃ豊富に揃ってるから、身軽に来ても割とねここで揃えたら。もうね、忘れ物とかはここで全部いいですよ。
ハイキングできそう。こういう感じでチェルマットならではの T シャツいっぱい売ってます。スノードームいっぱいあってかわいい。あ、しおりかわいい。しおりぬいぐるみかわいい。欲しくなっちゃう。マグネット、これいいんじゃない？かっこいい。私これ欲しい。あ、これ欲しい。これ買うわ、アトリエに。時計マグネット、お会計のところにあった。ミニコマグネットも買っちゃいます。エーデルワイスリングも買っちゃいました。かわいい。かわいいね。かわいいでしょ。キッズサイズです。12フラン。おはようございます。朝ごはん食べに来ました。今日はとってもいいお天気です。わ、すごい。いっぱいあるね。いっぱいある。ハムとか、あとフルーツ、すごく綺麗に盛られてます。シリアル、チーズ、そしてパンもたくさん種類があります。スクランブルエッグだ。ベーコン、ソーセージ、パプリカ、ポテト、朝食です。いただきます。いただきます。天気良くて最高だ。朝焼けも見れたしね。これから行く展望台でめっちゃ綺麗にマッターホイール見れるんじゃん。うん。今日はこの後展望台の方まで電車で行って、電車に乗って降りてくるんだけど、一駅で降りて、そこから1時間ちょっとのハイキングしてまた電車でここまで戻ってくる。寒いかな。いっぱい乗ってかないか。山を舐めてはならん。準備はいいですか？はい。今日忘れずにお水を部屋から持っていきます。行きましょう。行きましょう。じゃあ駅に向かいます。出発です。今日はゴルグナード展望台行った後に逆さマッターホルンが見える、初級者用のハイキングコースに行きたいと思います。でまずは電車で行くんだよね。展望台の近くまで。チェルマット駅の隣にグラナード鉄道っていうのがありまして、そこから電車に乗って登山鉄道ですかね。行きます。わ、いいな自転車。いいね。
あ、でこのさチェルマットに走ってるのなんでこの車ばかりなんだろうって昨日話したけど、チェルマットは空気がきれいだから電気自動車しか走っちゃいけないんだって。だからこの車が普及してるらしいね。きれいな空気を保つため。本当空気きれいだもんね。ではチェルマット観光スタートです。電車でね行こうかなと思ったんですけど、自転車乗りたいなっていうことでレンタルバイク借りれるかちょっと聞いてみたいと思います。この駅前のこちらのお店でバイクレンタルしました。で本当はねこのバイクでゴールナーグラード展望台の近くまで行けるのかなと思って聞きに行ったんですけど、そこの道はバイクでは行けないみたいで、他のこのレンタルサイクル屋さんのお兄さんが教えてくれたおすすめのスポット、こっちこのマッターホルンがすごく綺麗に見える結構簡単な行きやすい道だよっていうところ、まずここに行こうと思います。でそれでまだ体力があったらこっちの上のズネッカ、展望台っていうところも行けたら行こうと思います。最高でゴルナーグラード展望台はまたね午後とか明日の朝に行きたいと思います。ではレッツゴー。すごい。多分右だと思う。じゃあ日陰に入ろう。どうですか？楽しいです。我々このフリという町を経由していきます。すごいね景色が。何気に電動とはいえまあまあきついです。いくよ。ゲップ。すごい。傾斜がすごい。行け。最高です。最高です。ただスイスのアクティビティはイージーレベルっていうのが、もう私からしたら上級者です。最高だぜー。楽しい。恵みの山小屋。なんか水でもない。よかった。こっちの水。お金はなんか牛乳缶に入れるシステムで、3つで18フラン。1本6フラン。6フラン。でもうちら20フランしかないから2フランはまあまあ感謝の気持ちですね。はい。1本1000円以上するのか。いただきます。最高。はあ、最高です。スタフェラルプまでもうすぐ着いちゃうわ。どれぐらいの時間漕いだ？1時間。1時間漕いだ。はい。ずーっと山をこう上がって。今ちなみに 3.77 キロマイルかな 3.7 マイル。高さ的には今1676フィート。暑いです。もうねずーっと登る。そうね。ずーっと登ってきました。しかも途中で休憩しようにも休憩したら漕ぎ出しが大変なの。この傾斜があるから、これは本当にイージーコースなんですか？そうでも相当楽しいです。
うわー、すごい、末端ホール見えた。末端ホルーン。イエーイ。ちょっと休憩していこうか。いただきます。美味しい。染み渡るわ。染み渡るわ。最高に楽しいわ。うん。Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? 到着。なんだここは。すごすぎる場所に来た。これはバイクがなかったら来れなかったね。すごい。バイクレンタルしてよかった。みんなその辺でなんか座ってピクニックみたいにしてるから、私たちもあそこに座ってちょっと休もう。そうね。Giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do, I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright. 楽しかったね。2時間いや、3時間ぐらい超えてます。バイクトレッキングマッターホルンのところまで来れたので終了です。はい。チェルマットまで帰ります。レッツゴー。頑張れー。大丈夫か。じゃあ休憩する。もうすぐツェルマットです。頑張りましょう。今5時
頑張ろう。着いたよ。足と手がプルプルです。まあ夕方18時です。無事着きました。お疲れ。これは夫婦の絆がさらに深まりましたね。まさかサイクリングで夫婦の絆が深まるとは、また後でちょっと詳しくお話します。はい、ちょっと自転車返します。言葉になりません。マジで一瞬だけ野宿を覚悟しました。私なんか本当に命の危険を感じました。マッターホルンを見た後、そのまま来た道じゃなくてぐるっと回って帰ろうとしたんですよ。でその道は自転車屋さんのお兄さんに教えてもらった道だったんですけど、山を降り始めて、数キロがもうありえないぐらいの傾斜でね。でもただ歩くだけでも困難なぐらいの坂道を自転車を持って下って、そういやもう全然自転車で降りることも無理だし、歩くのも困難みたいなところを歩いていって、その後もずっと急な坂で、途中で彼は1回転しました。心身の新月面ですか。芸術ポイントを本当に自転車がぐるって1回転してこけちゃったんですけど、幸いにもかすり傷程度、ちょっと腕すりむいちゃったかなぐらいで、本当よかった。そうじゃなかったら本当一瞬大丈夫ちょっとどうしようってなりました。多分帰りの道をちょっと間違えちゃったのか、お兄さんが教えてくれたルートが結構素人向けではないね。ちょっとどっちが間違ったかわかんないけど、とりあえず山は舐めてはならないそうなのでサイクリングね、すごいマッターホルンの近くまで行けて超楽しいんですけど、おすすめなんですけど、おすすめしにくい。多分ちゃんとしたルートがあるはずない。そうだね。だから行く人はちゃんと事前に、多分みんなちゃんと調べるよね。俺らちょっと急に行っちゃったから。そう思いつきで行くのはちょっとやめた方がいいよ。行く人はサイクリングルートをしっかりね、ちゃんと舗装された道っていうのを確認して行ってください。ただめちゃめちゃ楽しかった。いやそう楽しかった。行きは全然大丈夫だったんだけど、帰りのやっぱ下りが本当に怖かったので、無事帰ってこれてよかったです。じゃあちょっと着替えてね、ご飯食べ行きたいと思います。これからチーズフォンデュのお店に行きたいと思います。イエーイ。スイス来てから初チーズフォンデュ。ここのために取っておきましたよ。はい、もう私たちはチーズフォンデュの準備は万端でございます。本当にお腹が空きました。7時間ぐらいだって自転車をこいだわけですから、ほとんど。これは本当にね、一生に一度記憶に残る素晴らしい時間でしたよ。素晴らしい景色を見て、そして図らずしも夫婦の絆が深まるっていう助け合い、協力し合い。マジで頑張った。頑張ったよね。さあ旅も中盤ですか。はい、最後まで楽しんでいきましょう。一生忘れられない旅行に乾杯。やばい、全身が痛い。でもマジもう一生この話で盛り上がれそうじゃない私たち。ただ誰にも分かってもらえないけど、あの時のやばさからしたらこれ全然マシじゃないみたいな話何回もできそうじゃない。今ならバンジージャンプとかも余裕でいけそう。飛べる私余裕で。確かになんか一瞬の恐怖は違うかもしれないけど、恐怖の時間が長くて、初めての疲れ方。そうなんか心臓がバクバクしてさ、でもなんか絶対に手ができないから、もう全身にさ力が入ってる感じ。あとなんか日が暮れちゃうかもっていう恐怖。そうね。とにかくご飯が来ましたので。バイ初チーズフォンデュです。ちょっとまだサラダ来てないけど食べてみちゃってください。いきます。わー、チーズフォンデュとか日常食べる機会ないもんね、ほとんど。人生で初めて食べるかも。嘘。いただきます。はい。美味しい？濃い。あとドライビーフもこれもつけるんだ。美味しそう。であとは、オマールエビのパスタ。食べてみる。
美味しいよね。疲れた体に染み渡る。塩分とかもうちょっと欲しがってた私。そうね。一番美味しい食事だ。人生で。Thank you. Thank you. Thank you. はい、今日はね、今から昨日行けなかったゴルナーグラート展望台に行きたいと思います。ゴルナーグラート展望台は行きやすくて、チェルマットの駅の前から登山鉄道みたいなものに乗ってすぐ到着します。40分ぐらいかな。そうね。なのでこの昨日のサイクリングで体がバキバキの私たちにとっては良かったね。歩いて上まで行くとかはちょっとなんか信じられないぐらい体が痛いわ。全身が痛いから電車に乗って、行きたいと思います。チケットゲットしました。ゴルナーグラート展望台一番近くの駅まで行く往復のチケットです。往復で132フランだったんですけれども、スイストラベルパスで半額66フランになりました。でもすごいね、66フラン結構高いですね。結構高いです。座れなさそう。人多いね。団体にかぶると結構パンパン。今満員電車の通路で他の人が景色を見やすいようにしゃがんでいます。明らかに定員オーバーの人数が乗ってる。本当にそう。今ね、こっち側左側にマッターホルンめっちゃ見えてるんだけど、私たちは着いてからその姿を近くに見るし、見ないようにしてます。やっぱね、登ってる途中に見るとダメだよ。やっぱ感動はね、一撃で味わいたいよ。なので今ここで頂上まで目指してます。はい。わあ、すごい。あ、見て。マッターホルン。すごい。すごい。昨日とはまた違った景色だね。あとやっぱ空気が雪山を通ってきた空気っていうか、ね、ひんやりする。ひんやりスンとしてる。昨日サイクリングしてる時に見たこの雪山もすっごい近いね。でこれはゴルナーグラート駅だから、あれが展望台かな。あっちだろうね。行ってみようか。There's a beautiful viewpoint, and that's where we're going together with the guides to see what's going on. Thank you. もう3000メートルのところに来てますね。意外とあったかいっていうか、フリース1枚ぐらいでちょうどいいね。太陽出てるからだろうね。今日天気がいいからだ。あったかい。なんかもっと近くで見れるのかと思ったら、思ったよりも遠い。そもそもあれがマッターホルンじゃん。そうでしょ。でも同じ目線の高さで見れてる。この一番上のところまで来ると3100になるみたいですね、標高。これホテルなのかな。マジすごいね。空気薄くなってきた。空気薄いよ。酸欠。この日陰に入った時のさ、寒さすごい。今日は特別天気いいからあったかいだけだね、多分。
すごい。まあ、昨日めちゃくちゃマッターホルン見たから登んなくていいかなって思ったけど、もう登ったら登ったりまた違う景色が見れて空気も冷たくて最高です。でもなんかさ、昨日はさ、マッターホルンだけがさ、でけえと思ったけどさ、確かに他の山もでけえ。本当。で、あっちとかもっと雪積もってない？本当だ。すごいよ。この奥ね。でかすぎやろ山。まあただスイストラベルパス使って半額になったとはいえ、まあまあ高いですね、ここまで来るの。はい、2人で3万円ぐらい。なのでなんか1回ハイキングで下からマッターホルン見てそれで十分だよってなったら、まあこっちはね、そうね、来なくてもまあいいのかもしれないけど、まあでもここもとっても有名な観光名所ですから、来たからといって何かあるわけではないです、そうだね、はい、でも結構来てる人はちっちゃいお子さん連れか、あ、そうだね、高齢の方だから、多分ハイキングが結構難しい人はここ来た方がいいと思う。そうだね、手軽にこのマッターホルンの近くまで行けて写真も撮れるし、そういう意味ではおすすめだと思います。そうだね。いただきます。帰りは座れました。ホテルチェックアウトして駅まで荷物持ってってくれるみたいです。あ、これ嬉しい、これに乗れるんだ。電気自動車。セルマットを後にして次なる目的地グリンデルバルトに向かいます。はい。キオスクでご飯を買いました。ここから3時間です。はい。キオスクで買ったもの、パン、カフェラテ、フローズ、ここからフィスプまで電車に乗ります。なんかタッシュの駅に着いて急にね、私たちが乗ってる列車がチェルマットに戻るみたいな表示になって、調べたらインフォメーションにタッシュからフィフスプ間は運行中断してるみたいで、ここからバスで行くそうです。だからみんな降りてたんだね、じゃあ多分大体バスでフィスプまで行きましょう。はい、こちらバスとフィスプ。やっぱ結構自然災害で電車とか止まっちゃうと線路自体が行けなくなっちゃったりするよね。そうだね、だからちょこちょこインフォメーションとか見たりとか確認しないと。この大体のバスに乗って40分ぐらいだそうです。はい、バスでフィスプに到着しました。ここからまた一駅違う電車に乗り換えます。セルマットからグリンデルバルトまで行くまでに電車の乗り換えのやらなんならたくさんあって大変です。移動がすごい結構複雑っていうか、1個だけ自然災害で通れなくなって、そこから結構ペースを乱されてます、ね、予定よりもちょっと遅れてグリンデルバルトに到着すると思います、あともう1個電車に乗ってそこからバスかまたは歩いてホテル到着です。
到着しました。長かったチェルマットからグリンデルバルトまで来ました。もう電車乗り継いできたんですけど、最後ねグリンデルバルトに泊するのはサンスターホテル&スパです。ルームツアーしたいと思います。まあここにクローゼットとかあって、あとここにミニバー。ミニバーはオールインクルーシブだそうです。あ、そうなんだ。ってことはこの辺のお水だったりとか、あとビールとか、オールインクルーシブですね。バスルーム、アメニティはほとんどないですね。ここにシャワールームがあります。ベッド結構ちっちゃいの、シングルサイズが2つって感じ、でここにソファーとテーブルがあります。まあここのお部屋やっぱ最高なのはこのうわすごい絶景ですね。マウンテンビュー。これなんだっけ、この山なんだか後でちょっと調べるんだけど、多分わーすごい。チェルマットでは見れなかった山が広がっています。よりなんか山近い感じするね、グリンデルバルトは。でこの部屋、このベランダスペースがあるので、こうやって朝とかねちょっとゆっくり山を眺めながらみたいなことができます。グリンデルバルト宿全然なくて、やっと見つけたのがこのサンスターホテルなんですけど、なんか今日がトレイルランみたいな大会があって、それで宿が埋まったんだと思います。なのでこのホテルは1泊10万円ぐらいしてしまうんですけど、高すぎやろ。多分ちゃんと時期をずらせばお手頃な価格なホテルたくさんあると思うんですけど、まあでも最後だからスイス、ちゃんとマウンテンビューのお部屋に泊まれて嬉しいですね。ちなみに朝食付きのプール&スパ付きのオールインクルーシブ系のホテルになりますね。そう、割と高級めなホテルになります。はい、ではちょっと一旦着替えて外出ようか。はい、そうしましょう。明日から天気崩れるから山、ここから見える山を皆さんにどの山かっていうの。一応これがアイ川ですね。でこれアイ川なんだ。これアイ川ですね。見えてないんですけど、この裏にメンヒというものがあります。はい。でそのまた奥にユングフラウという山があります。あ、じゃあなんかよくガイドブックで見るダンダンダンっていうのは私たちは見えないんだね。違う角度から見えるんだ。なんかね、このアイ川とメンヒの間にスフィンクス展望台っていうのがあって、そこまで行くと前後にはなっちゃうんだけど、三大名峰っていうものを一堂に見れる場所らしいです。へえ。そう、インターラーケンに泊まるかグリンデルバルトに泊まるかっていうのすごい悩んで、なんだろう、雑誌とか見てもよく分かんなくてさ、でまあこっちのグリンデルバルトの方がいいかなと思って撮ったんだけど、インターラーケンの方が観光しやすそうだったよね。小回り利きそうじゃなかった？そうね、なんかグリンデルバルトは割と泊まってる人っていうよりは登山しに来た人が多いのかなっていう感じがしたね。観光でなんかこう街プラプラとかちょっとだけハイキングしたいとかだったらインターラーケンに泊まってこっちのグリンデルバルトの方の山を登りに来るっていうの方が、メジャーではありそう。そう。でもこのさ山を部屋から見れるのはここの良さだから、今までで一番景色のいい部屋、近いで、やっぱ絶壁、みんなあそこなんていうの、ロッククライマーたちはこう登ったりするんですかね。でしょうね。だって縄持ってる人いっぱいいたもん、クライミングするための。うわ、セール本も売ってるじゃん。100フラン。かわいいね、なんか普通に。かわいい。サラボン。あ、この辺のウェアも外にあるのはセールなんだ。これいいね、オンのやつ。良さそうだな、あった。112。2万円くらい。アイガーの T シャツかわいくない？あとなんかこれもかわいい。グリーンデバルトトートバッグ。駅の近くなってくるとこうみんなもう拍手してるのね。ほら来た。トレイルランの人がゴールに向かってるの。かっけー。かっこいい。どこから来たの？わかんない。今日はそれで駅前が賑わってます。あ、ジェラート屋さんがある。食べる。ラズベリー一緒に食べよう。熱い。いただきます。
こちらグリンデルバルトのマグネットゲットです。かわいい。エーデルワイスね、エーデルワイスみたいよね。そうなのね。グリンデルバルトに来たで、ホテルの入り口にエーデルワイス見つけました。すごいね、こんな花があるんだ。ちょっとかすかに匂いするね。かなり干からびてる感じはあるけど。そうだね。野生のエーデルワイスみたいな。おはようございます。朝食を食べに行きます。すごい豪華朝食会場。何があるか見ていきましょう。ここにフルーツとハムとチーズ、スモークサーモン、この辺はスイスの朝食のいつもラインナップというか、スクランブルエッグとベーコン、ソーセージ、豆のトマト煮込み。なんかもう作られてるオムレツみたいなのあるよ。なんだろうこれ、やってみていい？あ、垂れてきた。パンもたくさん種類あります。こんな感じ。はい、今日の朝食です。いただきましょう。いただきます。さて朝食を食べて外に出てきました。本当は今日ね、朝一でインターラーケンの方に行ってパラグライダーをする予定だったんですけど、2回予約して2回キャンセルされまして、多分予約が重複してたんだろうね。インターラーケンはパラグライダーのメッカだから、結構ね予約がバンバン埋まっちゃうということで、グリンデルバルトでもしパラグライダーできたらいいなと思って聞きに行こうと思います。はい、日本語の観光案内所があるみたいで、ただしこの天気なので、そうね、また午後から雨が降るっぽいんで、そもそも飛ばない可能性の方が高いかな。そうそうなので今日または明日の朝とかにもし飛べれたら飛びたい。無理だったらもうサクッとインターラーケン観光しに行きましょう。はい、着いた。ここだ。フアリストオフィス。なんかネットによればここで当日パラグライダーの予約できた人もいるみたいな。聞くだけ聞いてみよう。はい。観光案内所に行ってきてパラグライダーの冊子もらってきました。でこの QR コード読み込んで予約の時間をチェックしたんですけど、今日の昼の1時、または明日の朝10時に乗れるフライトがあって、今日のね昼の1時から乗ろうかなって思ったんですけど、ちょっと天気予報を見たらその1時ぐらいから結構天気崩れ出しそうな感じだったので、明日の朝がどちらかというと天気的には乗れそうと思ったので、明日の朝10時に2名分予約しました。天気次第なんですけれども、明日の朝パラグライダー乗れたらいいな。で今から着替えてインターラーケンの方に観光しに行きたいと思います。さてインターラーケン観光にレッツゴー。愛の不時着のロケ地ですね。そうですよ。ちょっと行ってみたかったところです。あなたが初めて見た韓国ドラマは愛の不時着ですよね。愛の不時着で主人公のセリさんがクルーズ船乗ってたら、反対側の桟橋のとこでリ・ジョンヒョクがピアノを弾いてたっていう、湖のシーンです。そこに午前中行きたいと思います。午後からはちょっと天気は崩れそうなので、ここから電車に乗ってインターラーケンオスト駅に行って、そこからクルーズ船に乗ります。では行きましょう。着きました。インターラーケンオスト。人たくさん。本当ね。ここからブディエンツコ行ったりパラグライダーしたりとかねするから観光客いっぱいです。
この12時7分ブリエンツ行きのこちらイゼルトワルドまで行きます。2時間に1本しかないんだ。本当だね。相当ちゃんと時間を計画的に見ていかないと帰ってくるの大変だね。ね。さあこれはスイストラベルパスで無料なのかしら。あ、なんか書いてあるね。あ、スイストラベルパス無料です。なんかちょっと天気です。今日雨予報だったんだけど。晴れ女。いやマジで明日パラグライダー乗りたいからお願い。晴れて。本当はインターラーケンでパラグライダーしたかったんだよな。いいな、パラグライダーしてる。フェリー待ちをしてる間、キオスクでインターラーケンのマグネットゲットです。かわいい。おやつもゲット。いいね、ゆっくり座れて、ここから38分です。ファーストクラスの船の中はこんな感じ。外にもテラスがあります。Plaisir de vous servir une promenade en パフェも頼んじゃいました。モカアイスパフェ。これでミニサイズです。イゼルトバルあの桟橋見えてる。行きましょう。めっちゃちっちゃくない？ちっちゃなんかスイス国内で何回も見たよね、こういう桟橋。ちっちゃ。あ、みんな並んでる。並ぼう。でちっちゃ。わお。この桟橋に入るには5フラン必要だそうです。カードもいける。カードもいけるんじゃない。なるほど、さすがです。私は払いますよ、そりゃ。ここまで来ました。マジ。5フランで記念撮影します。5フラン払って写真を撮り、この5フラン払わないところの方が綺麗なんじゃないかと思いながらもまあこれがロケ地巡りですか。なるほどね。はい、でもお金を払うことによってなんかこう誰もいない桟橋で写真撮れるから、それはいいね。あと規律を守れるし、すごいいい場所ですね、イゼルトバルト。とっても綺麗です。イゼルトバルト滞在時間約20分ぐらい。ここは観光せず愛の不時着のロケ地の桟橋に来れたので大満足。このままインターラーケンオスト駅まで戻って、次はね高山植物園に行きたいと思います。来た道戻ります。
インターラーケン着きました。突然の雨です。でもすぐやみそう。でここから電車に乗ってシーニゲプラッテ鉱山植物園行きたいと思います。インターラーケンオスト駅から途中の乗り換えの駅に着きました。この先シーニゲプラッテ鉄道っていう登山鉄道に乗って上の方まで上がっていこうと思っているんですけれども、この辺が結構雨降ってるのでどうしようかなっていうところではあります。そうですね、雨ですね。この先どうしようどうしよう。ちなみにね、この山の上がね、雲で真っ白なんだよね。エーデルワイスは見たいけどな。じゃあなんかこう晴れたり曇ったりしそうな雰囲気はあるんだけど、悩ましい。ちょっとどうしようかなって思ったんですけど、シーニゲプラって上まで一旦行ってみることにします。無理だったらもう戻ってくる。行くだけ行きます。で、シーニゲプラッテ鉄道は到着しました。こちら乗ってきます。これ諦めが悪いから一旦行ってみる。で、この鉄道に乗れるだけでもさ、まあなんかちょっと一個また観光列車に乗ったみたいな。これで山登れるんだ。これはね、電気式の機関車と木造の客車、1893年創業開始の登山鉄道。すごい歴史のあるもの。かわいい。おもちゃみたいよね、ほんとおもちゃみたい。これ乗っていきます。52分かかります。ちなみにこのシーニゲプラッテ鉄道はスイスとのテレパスで半額になり32フランです。往復32フラン。すげえ。着きました。晴れたね。晴れた。すっごい天気いいし、なんかほら愛がみたいな。うせん。違うかな。すっごい綺麗じゃんここ。ここからすぐそこのシーニゲプラッテ鉱山植物園に行って、私たちはエーデルワイスを見に行きます。これ Google マップで見たらこれ三大名峰です。やった。すべて見えてますこれ。アイガー、メンヒ、ユングフラウ、これです。これめっちゃいいじゃん。全部見える。アイガー。なんでこんないいところ、なんであんまり人来てないの。わかんない。トップオブヨーロッパとか行くからかなみんな。そう、エーデルワイス、野生のエーデルワイスを見たかったんですけど、普通にハイキングしてね、でもなかなかやっぱ咲いてないから、こうやって鉱山植物園に行って確実に見るっていう手を選びました、はい、最終電車が5時53分なんで、時間気にしながらハイキングしたいと思います、あれに登ってる人がいるなんて信じられないんだけど、すごい呼吸薄いです、すごいすごい。来てよかった。この景色見るだけでもいいじゃない。わあ見て、ブリエントがとっても綺麗に見えてます。すごいね。
着いた。ここが植物園みたい。すごい突然発生する植物園あ、でもいいね。ちょろっとこう見て帰れる感じが、行ってみよう。ピーターラビットの世界みたい。さあ、エーデルワイスはあるのか見つけて。今んとこパッと見なさそうだよね。どっからどう見ていく？先に見つけた方が。勝ち選手権みたいな。じゃあ別で行こう。じゃあ私はこっちから。じゃあな。あるかな、エーデルワイス。かわいい。いろんなお花。エーデルワイスあるかな。ある？この辺全部なんかこの札かかってるやつ全部お花の名前ついてる。全部お花の名前ですね。ものすごい数の高山植物があるんだ。ってことはエーデルワイス咲いてないけど葉っぱ茎だけっていう可能性もあるってことですね。見つけました。エーデルワイス。やったー。見つけたよ。あなたは見つけれましたか？全然なかった。さあ、私がご案内しましょう。本当に崖のところに入った。崖っていうか、あった。見て、ほら、エーデルワイス。ちっちゃい。咲いてるよ。でもこれがエーデルワイスです。小さな小物入れ。かわいい。エーデルワイスグッズがめちゃくちゃいっぱいあります。これかわいいよね。かわいいよね、このパンダのね。これ何？コマモットのぬいぐるみ？かわいい。これいいじゃん。エーデルワイスハーブティー。ホットクリームだって。リップクリーム使うかな。この香りかわいい。植物園からすぐ駅戻ってこれました。駅着いたら降りてこの右側、これですね、こっちに進んでいけば簡単に植物園に着けます。しかも植物園行かなくても駅のこの片隅にエーデルワイスあります。まだ咲いてないけどね。
この駅前のお店でめちゃくちゃお買い物しました軽く購入品紹介します、はい、まずこのスイスの高山植物が絵とね文字で解説されてる植物図鑑みたいな、このね絵のタッチがすごく可愛くて、表紙もめちゃめちゃ可愛いエーデルワイスのお茶で、これは彼が買ったバンダナとワッペン、これはねスウェットの袖につけたいと思います。エーデルワイスの小さな小物入れ、エーデルワイスのリップクリームと、あとカウベル、ここにもエーデルワイス、すごい可愛い。あとはこちらのボール買いました。この周りに三大名峰とか他にもこうぐるっと山の絵が描いてあって、そして中はマーモット、一番そこにはエーデルワイス。このお土産屋さんおすすめです。最高でした。シーニゲプラッテ駅散策お花好きは絶対来るべき。降りてきました。でここからインターラッケンに行って夜ご飯食べようと思います。歩いて行こう。そうね、電車の時間を考えると歩いた方が早いかな。行こう。歩いてインターラッケンへ約40分です。俺ら朝ごはんから何も食べてないね。イタリア料理、スイス最後の夜、乾杯。美味しそう。ベーコンとマッシュルームとトマトピザでカルボナーラ。いただきます。ボナペティ。さてお腹いっぱいになったところでインターランケンベスト付近のお店をちょっと散策して帰りたいと思います。なんだかんだ8時前なのでお店は割と閉まっちゃってますね。結構可愛いお店いっぱいあるね。うん、そう。チョコレートドリンクあるじゃん。日本にあるのかなこれ。ありそうだよね。ばらまきのお土産用の黒詰めのだったりとか。うん。これかさばるけどまあ可愛いね。このタイプもあるんだ。この薄いやつはかさばらなくていいね。可愛い。可愛い。自分用に1個買おう。自分用にこれ。そしてお友達用にこのハートのやつ。赤。これめっちゃ美味しそう。ラズベリー&ラム詰めて電車のお供にしよう。ピンチゲットです。まあ日本でも買えるけどスイスっぽいお土産買いました。はい、今インターラーケンオスト駅に向かってるんですけど、このホテルが多分愛の不時着でセリさんが泊まってたホテルだと思う。インターラーケンで多分一番いいホテルだと思う。1分くらい超えたっていいねあれやばかったよね。でもそれ以外のなんか記憶ないけどどんな内容だったかもう忘れちゃった。多分ねこの目の前のこの広場でパラグライダー降りてくるんだと思う。こちらのお土産屋さんでゲートです。また後で紹介します。グリンデルバルトに帰ります。
今回スイストラベルパスで8日間電車移動してるんですけど、クラスがセカンドクラスとファーストクラスがあって、今回私たちファーストクラスのスイストラベルパスで移動したんですけど、ファーストクラスにしてよかったね。なんかセカンドは多分人気の路線だと立ってる人とかいたから、しかも移動がさ30分は平気でさ乗るから、立ちっぱで荷物あったら相当きついと思う、でも1はマジでずっと空いてる、そう絶対に座れるし、そこがね本当に良かったなと思いました。助かったマジで。はい、本当移動ばっかりだからスイスは。なのでスイストラベルパス、ファーストかセカンド悩んでる方はちょっと参考にしてみてください。それではグリンデルバルトに帰ります。おはようございます。最終日の朝です。今は朝の10時前。これからパラグライダーをしに行こうと思います。今回はね、絶叫が苦手な彼もパラグライダーに挑戦するということで、2人で空飛んできます。楽しみだね。楽しみ。怖い？怖いよ。でも落ちるわけではないから、飛び立つだから、スカイダイビングよりかは怖くないでしょう。で、私たちはこのホテルのこの目の前にあるゴンドラの前で、10時に集合です。ゴンドラで山の上まで行って飛んで降りてくるみたいです。あそこかな、ドキドキ。飛べるってね。飛べるけど山頂は雲が多いからいつもよりも低いところから飛びましょうから。はい。まあ命拾いしたぜ。怖さは半分なんじゃない？そうだね、ちょうどいいと思いますよ。そうだね、はい、ちょうどいい。何事もプラスに。で、今私たち GoPro 持ってきてるんですけど、自分たちの GoPro は使えません。落としちゃう可能性があるから。なので着いてから一緒に操縦してくれる方が撮ってくれた映像とか写真を買います。多分1人40フランだと思います、で今これからゴンドラに乗るエリアまで7分ぐらい歩いてました。なんかインターラーケンはパラグライダーのメッカだから、その予約をねしてもなんかこう予約が取れなかったりとかっていうのが2回ぐらいあったんですけど、グリンデルバルトとかになってくると割と空いてるので、インターラーケンで飛べない、予約取れないっていう方はグリンデルバルトまで足を運んで飛んでもいいかもしれません。インターラーケンのパラグライダーは結構予約取るの激戦です。向こうがあるからね。そう、着いてからスイスの天気見て予約取るってなると結構難しい。旅行行く前からもうこの日に飛ぶ、飛べなかったらしょうがないと思って予約取っていく、一応飛べないとスタッフの人と協議の上、おそらく返金されるプランなんだと思う。その予約したサイトによるんだろうけど、多分持ってかれることはないと思う、全力ね。あとは今日みたいにこう高度を低めにして飛ぶとかしてどうにか飛べるようにはなってるっぽい。毎日たくさんパラグライダー飛んでるから、その辺はねちゃんとしっかりしてるでしょう。これでこのスイスの山を見納めて帰ろうね。山を見る余裕があるかい。あ、これがロープウェイの駅まで来ました。ここから上の方に上がって多分すぐ飛びますよ。あれ、駅からさらに登るみたいですね。さあどうですか？まずいってこれだ。怖くなってきた？何事も経験。あそこや。あそこ？じゃあ全然大丈夫じゃん。余裕やん。1800メートルぐらいのところから飛びます。おそらく。絶対あそこだ。結構道なき道を行きますので、必ず登山靴履いてきた方がいいと思います。あと汚れてもいい服装、そして結構寒いのでマウンテンパーカー着てきた方がいいと思います。一応持ち物はサングラス持ってきてくださいということでした。すごい景色。ドキドキワクワク。小雨降ってきました。行きます。
どうだった？楽しすぎた超楽しかった。鳥になった気分ね、すごかった。楽しかった。いやー、またやりたい。最初マジで怖かっただって一発目だったもんね。私さ、一番最後だってさ、超怖くて、1個前の女の子がね、途中で転んじゃったの。で、こうはーってなって、絶対に走らないとダメだよって言われて、めっちゃプレッシャーの中走って飛んできた。いや、とっても楽しかったです。去年ハワイでスカイダイビングして、もう怖くて二度とやらないって思ったんですけど、パラグライダーはまた絶対他の場所でもやりたいぐらい超楽しかった。本当に鳥になった気分。山登りでは見れない景色が見れたわ。真上から谷とか、マジで本当鳥の気持ちっていうのが本当に分かった気がする。なんかこんな感じなんだね。あ、もう大満足だね、スイス。トレッキングもして、サイクリングもして、景色も見て、パラグライダーもして、ご飯も食べて、最高に楽しかった。車内用のおやつゲート。ここからインターラーケンオストまで行って、その後ベルン一気に乗り換え、そしてチューリッヒです。グリンデルバルトからは3時間の道のりです。それでは帰りましょう。ベルンで乗り換えてチューリッヒ中央駅に向かおうかなと思ったんですけど、ベルンちょっと観光したくないということで、ベルンのコインロッカーに荷物を預けてベルン観光します。で、こちらの XXL というサイズのコインロッカーに2つ大きいピギー入りました。15フランです。では行こう。素敵なカフェに来た。テラスマルゲリータ。美味しそう。美味しそう。あと食べかけすいません。いただきます。これでミニサイズです。ベルンの雰囲気いいね、マジで。うまそう。うまっ。うまい。いいですね。楽しかったな。ベルンのマグネットもゲット。チョコレートをたくさんお土産に買って帰りたいです。美味しそうね。小さな箱でお土産で買って帰れるの14フランぐらいですね。かわいいな。箱がかわいいね。19フラン。あとこれいいね。これ全部の味が1個入ってるみたいな。これいいね。お土産にね。かわいい。この3つお土産。この板のやつも食べたいね。こっちの色物の棒状のもね、これ買って食べてみる。美味しそう。チョコ買いました。お土産用チョコいくつか買いました。中に
またチョコレート買いました。すごい素敵なチョコレート屋さんで美味しそうなの、ピスタチオのやつとか、あとはおすすめされたものとかをちょっと買って帰りの飛行機で食べたいと思います。めっちゃ美味しそうな、ね、ジェラート有名なのかな、並んでるジェラート屋さんで、ね、ジェラート系ストロベリー&バジル、そしてピスタチオ、ロッククランチ、うますぎる一番美味しい。ここ絶対行った方がいい。ベルに来た人マジでうまいびっくりするよ。このストロベリー美味しい。バジルの香りが効いてて、Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. I won't let you go.チューリッヒの空港に着いて、これからドバイ経由で日本に帰りたいと思います。今回のスイス旅行 Vlog いかがでしたでしょうか。スイスのね、雄大な自然に囲まれて、たくさんのアクティビティをし、そして、念願だった氷河特急にも乗れて、とっても楽しく充実したハネムーンでした。私たち夫婦2人だけの忘れられない思い出がたくさんできたかなと思います。長い Vlog でしたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次の旅 Vlog もお待ちください。それでは日本に帰ります。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。Okay, if I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you.